とある日の朝9時、子供たちを保育園送り届けて、さっきまでのバタバタとした時間から少しずつ整える時間へと切り替わっていきます。特に子供がいる家庭の玄関のドアが閉まった後の静けさって、なんだか少しだけ別の世界に来たみたいに感じたりしませんか？さっきまで確かに賑やかだったのに、急に音が柔らかくなって、時計の音とか外の風の音が聞こえてくる。まずは部屋中をさっと掃除して、散らばったものを元の場所に戻して、夕方また子どもたちが帰ってきた時におかえりと迎えられる準備をしておきます。最近よく飲んでいるのがこのエンハーブのカモミールティーです。名前がまたよくて、ストレスでキリキリしちゃう時にそのままですね。いいですよね。すごいわかりやすくて、カモミールの香りってお湯を注いだ瞬間にふわっと広がって、それだけで肩の力が少し抜ける気がします。季節の変わり目だったり、生活の節目の時期って体を壊しやすかったり、心もなんだか不安定になったりしませんか？気づかないうちに小さな疲れとか小さな心配事を少しずつ溜め込んでしまって、気がついたらどっと疲れてしまったり、日本では5月病なんて言葉もありますが、学校も仕事も暮らしも節目の時期って知らないうちに少し無理をしてしまうものですよね。だからこそ時々深呼吸して、よし今日も大丈夫と自分に声をかける時間を作るようにしています。今日ものんびりやっていきましょう。ここにラベ油の蜂蜜をスプーン1杯入れます。蜂蜜入れると味に少しコクが出て、まろやかで優しい味になりますよね。甘いというより優しいという言葉が似合う飲み物です。気持ちを少しだけ切り替えたい時とか、なんとなく心が落ち着かない時とか、そんな時におすすめです。概要欄にリンク貼っておきますね。飲み物一つで一日が少し優しく始まることもあります。
先日北海道での仕事を終えて、今はまた音楽作家としてのいつもの日々に戻っています。相変わらず午前中は事務作業に追われる毎日。メールを書いて、資料を送って、スケジュールを確認して、気がつけばお昼になってたりします。作曲家っていうと一日中ピアノに向かっているイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、実はこういう事務の時間も仕事の半分くらい占めてたりします。初めての北海道はですね、もう想像を超えて寒かったです。空気が冷たいを通り越して痛かったです。息を吸うと鼻の奥がツンとするような独特の寒さ、寒さの中で生活してるんですもん。北海道の方たち強いなと本気で思いました。タクシーの運転手さんがこれでも暖かくなったんですよなんておっしゃってましたけど、もう観光どころではない寒さで、外を歩くと目的地までいかに早く到着するか、それしか考えられない。冬の北海道はのんびり散策というより、移動も一つの冒険というような感じでした。でもその分、建物の中の暖かさとか食べ物の美味しさとか人の優しさがいつもより何倍も染みる気がしますね。しかも千歳空港すごいですね。映画館も温泉もあって、もう空港というより一つの街みたいでした。北海道中の美味しいものがぎゅっと集まってて、あれも食べたいこれも食べたいと空港の中だけで旅が完結してしまいそうなくらい。そして編み物はどこへ行っても楽しめますね。飛行機を待つ時間もホテルの部屋でも、ちょっとした空き時間があれば毛糸を取り出して針を動かす。知らない土地にいても編み物をしている時間だけはいつもの自分に戻れるような気がします。どこへ行ってもお供は編み物。毛糸と針があればそこが自分の場所になる。旅先で編む編み物もまたいいものでした。さあ、今回は4月を気持ち新たに迎えるための準備をします。引っ越しのような大きな出来事ではなくて、身の回りの小さなことから少しずつ。季節が変わるとき、暮らしを丸ごと変えることはできなくても、ノートを新しくするとか、ペンを1本新しくするとか、それだけで気持ちが少し前を向く気がします。まずはノートです。今年は英語版の緑ダイアリーノートにしてみました。 MD ノートってよく書いてあるやつですね。表紙のカバーは外してしまいます。この少しザラッとした紙の手触りが好きで、手に持った時の軽さもちょうどいいです。スケジュール管理はスマホでしているので、いわゆるスケジュール帳は私は持ちません。ジャーナルを書くというのも少し憧れはあるんですけど、きっと気合を入れすぎると続かないので、もっと気軽にズボラな自分でも続けられるような使い方をしたいなと思っています。思いついたことを書いたり、その日やることを箇条書きにしたり、音楽のアイデアを書いたり、子供が言った面白い言葉を書いたりとか、きちんと書こうとしないノートですね。でも後から見返した時に、こんなこと考えてたなって思えるノート、今年はそんな一冊にしていきたいと思います。
そしてまず毎日目に入る表紙を自分の好きなものにしていきます。持っていたハガキの中から1枚選んでいきます。旅先で買ったものや誰かにもらったもの、なんとなく捨てられずに取っておいたものとか、そういう紙を広げて選ぶ時間も結構楽しいですよ。今回はこのドイツのお土産でもらったリヒターのろうそくの絵のハガキにします。リヒターの絵の特徴は写真みたいに現実的なのに少しどこか輪郭がぼやけてるっていうんですかね。これ絵なんですよ。記憶の中の風景みたいに見えるところが特徴的ですかね。はっきり描こうとしてるんですけど、あえてにじませてるんですかね。ちょっと詳しくはわからないんですけど、なんか思い出を描いてるみたいな、そんな絵ですね。このろうそくの絵もただそこに火が灯ってるだけなのに静かな時間の匂いまで伝わってくるような気がして、とっても好きな一枚です。このノートを開くたびにこの小さな明かりを見ることになるわけですね。大きな目標を書くノートではなくて、毎日の小さな出来事とか小さな気持ちを書き留めていくノート。1年後このノートがどんな重さになっているのか、今から少し楽しみです。位置を決めたら両面テープで留めていきます。もうすでになんだか自分だけのオリジナルノートの感じがしてます。これは無印の付箋なんですけど、カレンダータイプのものとトゥードゥリストのものを購入しました。さっきも言いましたが、予定自体はスマホで管理しているので、このカレンダーには細かい予定というよりざっくり1ヶ月が見えるようにして、今月はこんな月にしたいなとか、今月の目標だったり、 YouTube でどんなことをお話ししようかとか、そういう少し大きめのことを書いていこうかなと思ってます。トゥードゥリストの方は本当にその日の小さなやることとかね、1ヶ月目標一つずつ書いていったりとか、思いついたアイデアを書いたり、
頭の中に浮かんだことをとりあえず一回外に出すための場所みたいな使い方をしていこうかなと思ってます。その他のページはもう本当にメモ書きのように使ってますね。仕事の発注内容を手書きで書き写したりとか、ささっと絵のスケッチを取ったりとか、音楽のメモを書いたり、子供に言われた言葉を書いたりとか、とにかく書く。綺麗じゃなくてもいいから書く。うまくまとめようとしないで書く。そんなノートにしてますね。気張るとだいたい続かないですよね。毎日ちゃんと書こうとか、綺麗に書こうとか、意味のあること書こうとか、そう思った瞬間にノートって少し遠い存在になってしまいませんか？だからルールをあまり作らないことにしてます。いろいろなことを達成していくことももちろん大切だけど、達成できなかった時に落ち込んでしまったり、自分に負荷をかけすぎてしまうくらいなら、まず続けることの方が大事なんじゃないかなと私は思ってます。とにかく何でもいいから書いてみます。1行でもいいし、単語だけでもいいし、絵だけの日があってもいい。そうやってページを重ねていったら、きっと1年後は自分だけの小さな記録が一冊出来上がってるんではないでしょうか。ノート一冊、すごくおすすめです。新しいジブリのアイテムも購入しました。魔女の宅急便に出てくるあのパンリースです。映画の中でキキが住むパン屋さんのお店に飾ってある丸いパンのリース、覚えてますか？あのシーンもすごく好きなんです。これ見てください。フォントもですね、すっごい可愛いんですよ。いつものお気に入りのスペースにあったかい色が足されたような気分になりました。好きなものが少しずつ増えて、好きな景色が少しずつ出来上がっていく。今回は新年度を迎えるノートの準備をしました。新しいノートを用意して付箋を貼って表紙を自分の好きな絵に変えて、それだけのことなんですけどね、なんだかそれだけで
また新しい一年が始まるなと静かにスイッチが入る気がします。皆さんは新年度を迎えるとき、何か特別なことをしてたりしますか？新しいペンを下ろす人、お財布を新しくする人、部屋の模様替えをする人、新しいことを何か始める人、大きなことじゃなくてもこういう小さな節目の準備って気持ちを前に進めてくれる気がします。私は昔から4月とか新年になる時もそうですね、ノートを新しくしたり、机の周りを少し整えたり、これからまた1年よろしくねと自分の場所に挨拶するみたいな気持ちで小さな準備をしてたりします。この編み物の方はですね、相変わらずのんびり編んでます。やっと胸元まで編めました。こちらはですね、春を迎えます。どうしましょうという感じですが、のんびり編んでおります。生活は急には変わらないけど、季節はちゃんと巡ってきて、また新しい春が来る。その流れに自分もそっと乗っていけたらいいなと思っています。皆さんの新年度も優しいスタートになりますように。それではまた。